理なんで自己満足です。時々ね、お好みがね。自分のお店の哲学としては引き際って常に思ってます。お待たせいたしました。なくても困らないです。でもやっぱ再度お好み焼きなんですね。やっぱ個人のお店って戦いなんですよ。結構でかいですね。スーパー焼酎です。水にさらす方がいいわけですか？さらさないとダメです。ダメなんですか？僕料理をやってたんであれなんですけど、はい。知らない人は水かけるだけで終わっちゃうんで、この一手間で全然、この水道水でこう蒸すと早く焼けるんですけど、冷蔵庫にこう一晩こう置いとくと、はい。全部抜けるんですよ。でキャベツの時間はかかるんですけど、キャベツの甘みがすんごい増すんですよ。増すんですか？キャベツの水分だけで焼いたら。この自己満足が大事なんです。料理なんて自己満足でしょ。だあって出汁を取りますって誰もわからんのに、こんなこだわりの出汁を取ってますって、うまみにはちょうどつながるかもしれんけども、実は自分がこうやるとうまくなるみたいな、ラーメン屋さんも多分あ。はい。誰も気づかない中でこう仕込むわけじゃないですか。今おいくつなんですか51です。？51。あ。まあまあ本当に自由人だったんで海も大変です。やめました。自分がこう聞こえはいいんですよ。でもう大きな会社でそれなりの立場にしてもらってコンサルやって年収もいいでしょう、もったいないねってのがほとんどの声なんですけど、そういうのを空振り捨ててチャレンジするなんてむっちゃかっこいいじゃないですかみたいな声の裏側に、今まで家族はそれなりに困ることなく生活してて、僕なんか出張だったらもう神奈川にマンション借りて週末だけ帰ってくる生活だったんですよ。これも家庭円満やないですか、言うからねでその商売をしますって、じゃあ家族でやれてうわいいなって思うけども、巻き込んだ奥さんでとか家族の犠牲とか、そういったものが覚悟がないと正直できないですし、さながら俺は成功するんだって思って入り口に入るとおおよそ失敗する。だから僕はもう自分のお店の哲学としては引き際って常に思ってます。やっぱり出すのは誰でもできるんですよ。でやっぱり継続
続けれるってすごいことだろうなと思うし。黒切り。お水はいらないんで。お水はいい。寒いですか。合うよ、しその。ちょっとやってみて。食べたことがないよくわからんですけど。コーンとしそ。合うやってみた。合う合う合う。あ、でもコーン好きな人多いですよ。コーンは合うけどしそ。コーンとシソが合うかどうかよね。それ。手の春がだから水にたる。まだ赤い。そうだね。ちょっと昔からやな。入れますよ。しそ。いらっしゃいませ、2名さん。ちょっとないってこと。こんなんでもいい匂いがするね、こんにゃくとね。トウモロコシ。僕は寿司屋さん。ここ好きな。配達してくれるんだよね。そうそう。それを取りに。乾麺でもちょっともっと量が多いかもしれない。美味しいのは美味しい。量が多いから合う。食べにはいけんけど分かった。いつも検索するもんね。今どうやってこのまま食べたくなるよね。時々ね、お好みがね。すごいな。自分もこれでよく飲んじゃう。よく飲んじゃう。焼きそばは持って帰ったらカチカチになる。あ、そうなの。あ、気になる。でも結構長かったよ、私も。ほんま？すぐ食べる。あ、すぐ食べたらそう。すぐ食べるだったら。卵ちょっとよう焼いてよとか言って。みんなのけるね。これでもさ、コーンとシソできる。あ、そうか。藤黒じゃっていうのもう戻ったんよ。なんかね、イメージが藤黒いよ。いいと思ったんだよ。だから帰る。いい感じだったわ。僕はやっぱり気持ちもいいんだって。いいよ、それ。しっかり野菜が食べれていいね。お野菜か。いやいや。野菜をほとんど食べることないとね。あ、そう、飲んじゃうんだね。あ、そうか。あれ食べんじゃろ。見事に。あ、おいしいだけ。
さいよ。米も高いですしね。何が米。やっぱりパンダが動くの。あ、美穂子ちゃんといいの。これなんだ。ここだけど全然閉まっとると思っとる。なんかね、どこも空いとるとこがない。お待たせいたしました。120キロぐらいですかね。そんなに上がるんですか。どんくらいやってるんですか。週何回とか。週1です。週1ですか。はい。だからお客さん筋トレ好きな人とかはああ、話があるでしょうね。会話をこう大将何してる。何してるんですかから始まってお好み焼きの話するより盛り上がるような気しますね。あ男子筋肉大好きなんであ、はいはい。多分今日のはいいですよ。こんな取れないんで。ありがたいです。ガーリックライス。はい豚バラ。はい、豚バラです。豚バラ。
ほうれん草ベーコンになります。失礼いたします。ガーリックライスになります。うわ、これうまそう。うまそう。1個でかいですね。スーパー小腸です。小腸。それ専用に食材を増やさないようにしてるんですよ。要はお好み焼きに使う豚バラでとか、これをチャーハンとかになるとまたちょっと違うじゃないですか。具材がチャーシュー使ったりとかはいはいはいなはっちゃうんで、これだけのために食材を仕込まないように。い。食材の無駄にもなんないですね。そうです。みんなあれもこれもってやっちゃうんですよね。やりたくなるので、だからもやし炒めも結局お好み焼きで使うからもやしを提供できたりとか、広島牡蠣を出すのもトッピングで牡蠣を使えるとか、要は両方に使えるものを置いとかないと。だから僕の調理方法じゃないんですよ。やっぱり素材なんですよね、この小腸に関しては。なんでお肉屋さんもいいものを入れてもらうのに、やっぱ個人のお店って戦いなんですよ。だからうちの入れてくれる八百屋さんもお肉屋さんも酒屋さんもみんなちゃんとやってくれますのおかげですね、本当に。僕器用で何でもできるってきたんですけど、このお好み焼きって僕の心構えですよ。たかがお好みなんですよ。この世の中に別にないと困らないじゃない、なくても困らないじゃないですか。でもやっぱされどお好み焼きなんですね。これがまたね、僕器用で何でも結構こなせたはずなのに、まあまあできるんですよ。手強くて難しい。それがおもろいんですよね。むちゃくちゃ忙しかったら上手にできないですし、はいはいはい。要は忙しくなって鉄板の温度が下がってくるとあ暇な時と状態が違ってきたりとか、そのじゃあキャベツの量が常に同じなのかとか、麺機の状態であったりとか、そういうのもなんかやっぱり手強いんですよ。だからおもろいんですよ。はい、注文お願いします。俺が切る。
ベツが入ってる。キャベツがむちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃうまい。むちゃくちゃうまい。完璧になります。ありがとうございます。かき混ぜ方がポイントなんですけど、すごい混ぜてましたもんね。あれがもなるんですね。う結構筋トレしとるのにあれ結構混ぜるのしんどいんですよ。あんまないですね、他に。なんかないです。お待たせいたしました。ありがとうございます。オープンセミナーみたいな。これがなんか本当に5分か10分ぐらいのはいちょっと間で喋ってくださいの勉強させていただいてですね、もう一回自分がダイバーシティとなんかみたいな、やっていきたいな。工場系はね得意なんですよ、やっぱり好きなんでね。でもコンサルとか講演とかこんなんで来てましたからね。ちょっとキャラクターがこれでしたからね。これなんかちょっと大丈夫ですかってかちょっこんなんでしたね。となんか
クザ映画を思います。だから大体皆さんこう、えみたいな、そうですね。つかみはご登壇お願いしますっつって始まったら大体みたいな感じになりますね。やばい。大谷さんがやってた9マスみたいな目標設定の分は大谷さんはもう誰よりも前からやってましたよ。え人がいます、メニュー、体力とかって、だからここに人、障害者雇用であったりとか、もうコンサルをやってる前から作ってましたこれ。すごい。場所もはい、八丁堀を入ってますね。だから海外とか県外展開とか、だからできるできんじゃなくて自分の中のこういうイメージが明確になるので、はい、だから僕は器用なんで、でも勉強がほとんど勉強できない子だったんで、だから自分の中のイメージが追いつくと、あ、なるほどなって理解ができると頭の中でできるんで。僕の理想はもうワンちゃん飼ってるんですけど、冷凍販売とかもやりながらで障害者雇用をやりで冷凍販売が1枚売れたら保護犬活動をやりたいんですよ。で今豆柴のさくらちゃんを家にいるんですけど、もう僕はねメロメロでだからもうそういうどっか田舎にで一軒家で庭がドッグランで1階がお好み焼き屋さんで、それが一番やりたい。あだから夢じゃなくて目標ターゲットが常に僕はお店を出したから達成じゃなくて常にこの目標設定を常にやるんで、そういうのをやりたいです。